ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、久しぶりの大型平面駆動ドライバーを採用した、平面駆動ドライバー一発のイヤホン、ヒディズ MP145。このタイプの平面駆動ドライバーイヤホンが登場してきたのは、実は僕最近、シャオワーの S12 など、人気作も多いジャンルだ。平面駆動というのは、めちゃくちゃ簡単に説明すると、音って発生源のスタート位置が違うと、耳に届く時間にズレが生じるんじゃね？じゃあ色々工夫して、振動板を真っきららにした方がいいんじゃね？実際いい音、という、色々本当にかいつまんだけど、振動板をフラットにすることは難しく、また、振動板をフラットにした時のメリットは多いために採用されるもの、特に、MP145 のような大型振動板でそのメリットは顕著だ。このような 14mm くらいの、イヤホンとしては特別でかい平面駆動振動板を採用したイヤホンは、2022年頃から一気に爆発的に発売され、各ブランドがこのタイプの平面駆動イヤホンを揃えている印象。このチャンネル的には、レトシャオワー S12、KZPR シリーズ、そして、タングザの不足点なんかがよく取り上げられるな。今回紹介する MP145、それらがすでに普及した市場に登場した。一歩遅い？いやいや、調整するために必要な時間だったんだ。独自に調整した平面駆動ドライバで、バランスの良いサウンドを持ち、なおかつ、平面駆動機では実はかなり珍しい、ノズル部分のフィルターでサウンドを調整するタイプ。平面駆動の美味しさ、フィルターの好みに合わせてくれる良さ、そして、ヒディズ印のチューニングが揃った、見どころのあるイヤホンとなっているぞ。それでいて、大型平面駆動振動板は、その豪華な仕様に対して、かなり安価になってきて、その例に漏れず、MP145 もしっかりと安価に仕上がっている。このレビューを書いている時点では、キクスターター、つまりクラウドファンディング中なんだけど、2万円を大きく下回る価格で、なおかつ、DAC セットも用意されていて、こちらもお得になっているぞ。内容を詳しく見ていこうか。パッケージはプラスチック系のトレイにスリーブがかかった珍しいものになっている。145を取り出してからも小物入れに使えるはずだ。パッケージの中には、定番のポーチ、板バネで閉じるタイプの袋状のものになっている。それから、イヤーピースが2種類にケーブル、そして、小さなノズルフィルターをなくさないようにするちっちゃいケースもついてくる。たまに蓋閉めようとしてフィルター吹っ飛ばすのは秘密だ。と、大体標準的な付属品となっているぞ。MP145 をパッケージから出して、一番最初に感じるのは、これ、かなりでかいということ。アルミ系の合金素材と思われる外装は、同系統のドライバーを採用した、シャオワー S12 よりなおでかい。実際の寸法的には近くても、フェイスプレートのデザインもあって、かなり大型に感じるな。金属部もかなり分厚く作られてるようで、重量感もほどほどに感じる。とはいえ、アイコー OH10 のような、重さが売りのイヤホンほどには重くない体感かな。早速重い、でかい、と3つの特徴が出てきたが、実際に装着してみると、これが面白いことに重量感は感じるものの、案外誰でも装着できる印象だ。ほとんどケーブルの耳掛けガイド部分とイヤーピースで重量を支える構造になっていて、特に変な出っ張りや、耳だけで重量を受ける印象がないのが理由だろうな。大きめだけど、一般的な CD アルバムを一つ聴くくらいでは、耳が痛くなることはないので安心していいだろう。付属のケーブルはプラグのサイズを選択できる。今回はバランス接続、4.4mm をチョイスしたぞ。2種類の付属イヤピは、もちろん示された特性に合わせて装着しても良いんだけど、装着感も変化するので、自分の一番装着しやすいタイプで装着しちゃうのがいいだろう。僕の場合はバランスイヤピが装着しやすかった。さて、MP145 はヒディズの作り出したターゲットカーブに合わせて調整されている。ヒディズのカーブは少し優しめで、ずっと聴いていられるような、主張しすぎないイヤホンを生み出していることが多い印象だ。実際、今までに触った MS1 レインボー、MS2 マーメイド、MS5 ダーカンジェル、MD4 などなどなど。どれも、主張しすぎない、程よさの上で音質を高めているイヤホンのように感じられる。加えて、今回の MP145 は、2種類のフィルターを用意していて、ベーシックなターゲットカーブに忠実な初期フィルター、より高音よりのシルバー、そして、より低音よりのレッドが準備されている。平面駆動ドライバーゆえに、他のヒディズ製品と比べて、高音域側がよりくっきりと出力されることがあるんだけど、それが得意な人は標準、もっと欲しい人はシルバー、あるいは高音が苦手で柔らかい音が好きな人ならレッドだな。こんな風に、標準的なバランスを持ちつつも、片足分高音より、低音よりに変化させることができるので、そういった点でも、MP145 は、より多くの人に受け入れられやすい平面駆動機だと思う。
さて、ただし、平面駆動イヤホンというジャンルは、去年あたりにすでに全メーカーから爆撃を食らっているジャンルで、MP145 が採用する、14mm オーバーの大型平面駆動イヤホンというモデルは、もう中華イヤホンでは出したいところは全部出したんじゃないかというくらいにライバルが多い。MP145 は、まず価格的な面で、それらのライバルに対抗できる。ヒディズは独自開発や独自カスタムされたドライバ分、最低価格帯のイヤホンよりはお値段は高め、中堅の上くらいの価格設定で攻めてくることが多いブランドなんだけど、今回の MP145 に関しては、ちゃんとしたブランドとしてはかなりお手頃な価格で投入してきた。現在キックスターターで購入できる価格ならば、十分に低価格平面駆動イヤホンと真正面から戦える価格設定になっているぞ。あとは、その低価格平面駆動のライバルたちと、音色的な部分で対抗できるかどうかなんだけど、安心してほしい。思いっきり対抗できる。ヒディズのイヤホンのサウンドは、ちょっと優しい。そんな風に言ったんだけど、今回はしっかりと高音側の明瞭さも残っているし、平面駆動イヤホンらしい、中高音の響きをバックアップする、重量のある金属ハウジングがこのイヤホンの特徴になっているぞ。ただ重くてでかいだけなんてことはよっぽど初期のハイブリッドイヤホンくらいにしかありえないのだ。MP145 は、平面駆動のさっぱりとしたサウンドを、フィルターを使ってうまくホームに寄せている。その上で、残響などを重量のある金属ハウジングで取り除き、それでいて、変にブレさせない印象に仕上がっている、というわけだ。取り回しと質感の程よい太さのケーブルをアンプにつなぐと、平面駆動機らしいしっかりと整理されたそれぞれのパートが分割されてきっちりと聞こえてくる。それでいて、例えば S12 のように、高質さが主張される感じでもなく、不足点のようにドンシャリな感じでもなく、程よいバランスでまとまっているのが、ヒディズ製のイヤホン、という印象だな。前日に挙げた比較機種も、どちらも僕はレビューで絶賛している通り、それぞれ、個性的で、気持ちよく音楽を聴かせてくれるんだけど、じゃあ真顔になってとした感じでしっかり聞き込む時に向いているのはどれか、と言われると MP145、また、そのまとまった音質の中からしっかりと曲の方向性を聞き取りたいな、と思う時も MP145 だ。真面目な雰囲気のするメーカーなんだけど、やっぱり平面駆動を作ってみても真面目な印象だな。その上で、平面駆動っぽさ、というものを完全に消すほどではないので、ただただ単純に真面目なイヤホン、というわけじゃない。ただ、平面駆動系は、ドライバの大きさの割にサブベースが弱い機種が多いんだけど、MP145 はある程度この部分もこなせるし、そうなるとバランスが悪くなる高音域やボーカルも、程よく聞こえるようになっている。きちんとバランスが良い、というのは、いつでも好み種類の帯域にうまくアクセスできる状態が保たれているということで、加えて、中高音域の明瞭さや、低音域の重量感も、しっかりと平面駆動っぽさと平面駆動だからって諦めなくて良いバランスが両立しているという印象だった。ヒディズのイヤホンはいつも弱点がない。特に、2万円クラスの機種ではその印象が強い。今回のイヤホン、弱点を無理やり引き出すとすれば、フィルターケースがたまに手が滑って部屋中にフィルターを撒き散らすことくらいだろうか。いや、すぐにフィルター管理用の100均のケースに詰め替えたけど、というか、これ単体でフィルターを管理してたら、まず間違いなく混ざるか吹っ飛ばすかなくしそうだ。あとは、このイヤホンの特徴でもあるんだけど、重量があること。重量はそのまま長時間装着時の耳周りの違和感につながるので、このイヤホンは、平均的な連続再生時間の中で実力を発揮するようにデザインされている、という印象。別段2時間くらい連続で聞いても耳は痛くならなかったので、MP145 だけでイヤホン生活を送りたい、という人以外には、特に気にしなくて良いポイントだった。ただ、重量感のおかげで耳に閉塞感のような体感があって、MP145 自体のサウンドは、ホールのような広めの空間で鳴っている感触なんだけど、耳に重量感があるので、それを意識してしまって、人によってはちょっと音が狭めに感じるかもしれない。と言っても、頭の中で鳴ってる感じまではいかないので、全く問題のない空間表現能力だったぞ。もう一度、いくつかの平面駆動イヤホンと比較してみようか。MP145 は、低音域フィルターに変更した時点で、シャオワーの Z12 に近い音。ただ、Z12 よりも高音域側がある程度浮き立つので、Z12 の標準状態よりも、こちらの方が高音域、中高音域の分離感では優れているような印象があった。中音域フィルターにすると、S12 に近い感じ。不足点なんかもここら辺に近いんだけど、不足点よりも低音が控えめで整理されている感じ。対して、S12 は、独自のピークが高音域にあって、これが、金属音が気持ち良い理由になっているんだけど、この MP145 にはそういった高音域のピークはないので、より常識的なサウンドになっている。もしかしたら、S12 Pro は、この MP145 に近いサウンドなのかもしれないな。聞いたことがないので確証はないけど、
それから、KZK の PR シリーズや TRN のキリンなんかも、高音域側にピークがあるので、MP145 の方が優しくて聞きやすい、という人も多いはず。ピークが癖になるか、問題点となるかはその人の好み次第なので、そこで平面駆動を選ぶのもいいかもしれない。もっとドンシャリなのが良ければ武則点、よりボームなのが欲しければ10ハイファイ P1 プラスなんかがあるけど、一番どんな状況や、人にも対応できるのが、この MP145 という印象だった。それから、高音域フィルターを使うと、より低音が減少し、ボーカルが聞きやすくなる。実は、高音、中高音はよりスッキリはっきりした印象になるけど、ドンシャリサウンドに最初から調整されたライバルのように耳障りにならないので、どちらかというと高音特化というよりボーカル特化な印象だった。MP145 はこのように、3つの顔を持っている、スイッチ付きイヤホンだと、どれが最適か、セッティングが決まる印象だったんだけど、今回のものは全体的に印象が変わるので、気分で付け替えたくなるサウンドの変化だった。重量感がうまく働いて、うまく余韻が制動された面白いサウンドなので、よかったらキクスターターや、その後の一般販売の売りにチェックしてみるのが良いだろう。そうそう、今回はヒディズからプレゼントキャンペーンの開催も声がかかった。この動画の投稿と同時に Twitter にて告知を実施するので、よかったら、そちらをチェックして、応募してみてくれ。おそらく、ツイートをリツイートいいねフォローで応募できるようにしておくぞ。といったところで今回はここまで、ヒディズはいつも安定しているところに1ツイストが入っているので、安心して買えるブランドだな。